来週どこ行く？今後のスケジュール予想。ジャスパルと申します。3周年記念フェスも終了間近。皆さん素敵な出会いはありましたでしょうか？ X キャンペーンのアイテム交換も忘れないうちにやっておきましょう。いよいよポケモンスリープは4年目に入っていくわけですが、来週は特にイベントの告知なしってことで、ここから先どういったイベントに向けて準備していくと良さそうか、ふんわり考察してみたいと思います。基本は昨年準拠な感じを予想していますが、どうなるでしょうか？皆さんの予想もあればお教えください。それでは参ります。それではまず最初に来週の予定をざっくり確認してから今後のスケジュール予想をやっていきたいと思います。ってことでまずは来週の予定。来週7月27日からの1週間ではキャンペーンなどは特にありません。ただし7月28日から3日間グッドスリープデーとなります。満月は水曜日。眠気パワーのボーナス、睡眠 EXP のボーナス、スリープポイントのボーナス、未発見寝顔出現確率アップのボーナス、ピッピ族のピックアップがございます。今回のタイミング、改めて注目しておきたいのが、睡眠 EXP、未発見寝顔確率アップ、ピッピ族のピックアップでしょうかね。睡眠 EXP2 倍3倍2倍となる火水木曜日なんですが、来週もお昼寝島に誰を預けるかちょっと悩ましいですね。今週もそうなんですが、睡眠でも大きく育成できるタイミングなので、今週預けた子を早々に引き取って睡眠 EXP を入れるか、そのまま預けるか、訪れるフィールドによってはちょっと考えておくといいでしょう。また別のポケモンを預ける場合、引き取れるのは基本的には7日経過後ってことで、そのタイミングにもご注意ください。そして未発見寝顔。私はグッドスリープデーの未発見寝顔確率アップをそこまで信用していないんですが、例えば3周年フェスで狙わなかった新王御三家の寝顔を集めに行くとかでうまく使えるかもしれませんね。フィールドの開放が間近な場合はちょっと検討してもいいかもしれません。そしてピッピ族のピックアップ。来月にはシアン EX が来るということで、フェアリー、飛行、水タイプは3分の1でメイン木の実になるので、この3タイプはサブも含めたらおよそ 40% の確率で入ってくるってことで、地割れよりは当たりますので、備えておけるならそれがいいですよね。ピッピ族がこれまでになく注目されているかもしれません。来週は睡眠タイプのごちゃ混ぜがないので、最も進化前の P を狙う場合、ぐっすりタイプが必要になります。ご注意ください。それはそうと、8月17日からはアニポケコラボ。フェアリー、鋼タイプのカヌちゃんたちの登場が確定しておりますので、彼女らがフェアリータイプの木の実得意とかの可能性もあるかもしれないってことで、うまいことをやっていきましょう。本体はフェアリーっぽいですが、鋼のハンマーもあまりにもアイデンティティなので、どっちのタイプになるのか、例えば専用スキルデカハンマーとかでうまいこと混ぜてくるのか全く予想がつきません。フェアリータイプの今後にも注目ということで、そんなグッドスリープデーが火水木曜日に開催となります。ミュウのお引っ越しはいつ訪れるんでしょうかね。ってことで、イベント的にはグッドスリープデーがある来週ですが、その他の注意事項もさらっと確認しておきましょう。X キャンペーンの期限、7月のスリープポイント交換所、新イベント告知です。まず X キャンペーンの期限ってことで、こちらの3周年フェスのポケスリ3周年をみんなでキャンペーンの特設サイトなんですが、キャンペーン期限7月27日月曜日の23時59分となっています。明日の分まではポイント加算されますので、ぜひ最後までお楽しみください。みんなでチャレンジは無事達成となりましたので、 X アカウントさえあれば新王御三家のお香と各タイプの飴は0ポイントで交換可能なので、ちょっと面倒ですがやっておくといいでしょう。で、このポイントの交換期限ですが、来週いっぱいっていう感じになっています。厳密には再来週の月曜日の23時59分までなんですが、もう来週火曜日には新たなポイントの付与は終わりになりますので、火曜日時点でポイント使い切ってもらうのがいいかと思います。ぜひお忘れなく。一応引き換えたシリアルコードそのものの有効期限は10月13日までとなっておりまして、コードを使用するとプレゼントボックスにアイテムが直接送られて、その時点から30日間が受け取り期限になるので、すっごい引き伸ばしてから受け取ることもできなくはないんですが、すっごい引き伸ばす意味も特にないかと思うので、火曜日にはシリアル交換やってしまいましょう。
なお、プレゼントの抽選結果は8月中旬にわかるみたいです。当選連絡を持って発表とさせていただきます形式っぽいので、当たってた時だけ X の DM に連絡が届くようです。この DM の返信期限7日間みたいなので、もし当たった人いたらコメントとか X で教えていただけますと幸いです。全員同タイミングかは分かりませんが、もし情報取れたらみんな DM 確認して、返信期限7日間だよって注意喚起したいと思います。ってことで X キャンペーン、火曜日にアイテム交換しちゃおう、8月中旬楽しみにしておこう、そんな感じでよろしくお願いします。続いて7月のスリープポイント交換所、来週土曜日から8月になるってことで、月の切り替わりのタイミング、スリープポイント交換所のなんやかんやお忘れなく。来月はシアン EX が来ますので、今月分の EX チケットを持ち越してもいいかもしれませんね。所持上限は2枚。また9月には伝説復刻イベントとかあるかもしれないってことで、ゲットしたい伝説がいるとかクレセリアが推しって場合はマスターサブレなんかも選択肢になるかもしれませんね。今後の情報にも期待しましょう。ってことで来週はスリープポイント交換所の切り替わりのタイミングもあります。最後に新イベント告知ってことで、おそらく来週の水曜日とかその辺で何かしらのイベント告知が来るものと予想しておりますが、タイミングがちょっと謎なんですよね。8月17日からはアニポケコラボが確定しており、その1週間前にはシアン EX が確定しているんですが、来週、再来週、再々来週にイベントは来るのかどうかちょっと謎です。もしかすると3週間連続で特にキャンペーンはないって可能性も考えられるんですが、まあなんか来るやろってことで身構えておきましょう。どこかのタイミングでシアン EX 追加のアップデートは行われるものと思います。トープのつぼつぼ最終枠入りとかもちょっと気になりますよね。今ってどうなってるかご存知の方いたらぜひお教えください。今週トープ行ってる方とか、トープうとうと最終枠はラウドボーンっぽいですかね、つぼつぼっぽいですかね、お待ちしてます。てことで来週イベントはグッドスリープデーのみ。ただしキャンペーンとかスリープポイント交換所とか細かいことやっておこうねって感じになっております。もろもろお忘れなく。そんな来週7月27日からの予定でした。さあそれではお待たせしました。今後のざっくりスケジュール予想をやっていこうと思います。まず確定しているところは8月10日シアン EX 解禁、8月17日アニポケコラボ、ここまでで、予想は8月末にカレーフェス、9月末に伝説イベント、10月にハロウィン、11月に新フィールド、12月にホリデー、1月ニューイヤーでしょうか。まあ定番のイベントも多いんですが順番にお話ししていきます。まず8月10日シアン EX 追加ということで、開放条件は若草とシアン両方のマスター18到達となっております。最速で乗り込みたい場合、まだ条件を達成されていない方は来週再来週で達成を目指しましょう。そしてシアン EX に向けてフェアリー、飛行、水タイプの厳選育成も今のうちに進めるのもいいかと思います。シアン EX については若草 EX のフィールドボーナスがカンストしている場合、フィールドボーナスをこぼせるのかどうかが気になりますね。昨年は若草 EX と同時にスキルウィークが開催されていましたが、アニポケコラボが翌週なので来ないような気はしています。続報を待ちましょう。そんなシアン EX でした。続いて8月17日からのアニポケコラボ、カヌちゃんたちとキャプテン帽子のピカチュウが登場します。これまでのイベントで帽子バリエーションの子が追加されるときは若草限定開催になるのが基本だったので、もしかすると今回も若草 EX のみでの開催となるかもしれませんね。場合によってはシアン EX より先に若草 EX のフィールドボーナスを上げておくといいってことになるかも。一応カヌちゃんたちはフェアリー、鋼タイプなのでシアンの砂浜やゴールド級発電所にも登場できそうですよね。ピカチュウが出現するのもシアンとゴールド、そして若草、ちょっと気にしておきましょう。アニポケコラボでした。でそこからのイベント類がどうなるのかなんですが、ふんわり予想していくと、まず8月末カレーフェスってことで、アニポケコラボが終わってから8月31日とかからカレー 1.5 倍フェスが来たり、サマー感は薄れてしまうので再来週とかに来たりするでしょうか。
今ではカレーだけレシピ数も最も少ないですし、どこかでは来るだろうとずーっと思ってるんですが、来ますよねおそらく食材に関わる新ポケモンも追加されるでしょうから、8月の何もない週ではサブレ節約も視野に入るかもしれませんね。予想はハーブか生姜に関連するポケモンかと思ってますが、ここまで引っ張ったので、もしかすると昨年のハロウィンみたいに新食材追加の流れまであるのかと思ってます。サブレ足りませんね。そんな感じでどこかでカレーフェスが来る読みなので、もしそのタイミングでマスター20チャレンジとかお考えであれば、カレーレシピのレシピレベル上げやフィールドボーナス上げも今のうちにやっておけると良さそうですね。8月カレーフェスでした。さあ、そして9月、昨年は来光炎帝水訓イベントが行われました。今年はエスパータイプを含むクワトロタイプウィークとかが来て、クレセリアのお香も追加した伝説イベントとか来たりしますでしょうかね。来年はドラゴンも追加してどんどん増えていったりなんてことを妄想しましたが、シンプルにクレセリア復刻イベントかもしれません。木の実バーストだとラティオスの流星群が分かりやすく強いんですが、クレセリアの三日月の祈りもやってることおかしいので、クレセリアが好きな方はエスパータイプを鍛えて待ってみるのもいいでしょう。木の実固定になるかもしれませんので、若草 EX のフィールドボーナスを上げておいたり、ラピスやウノハナのフィールドボーナスを上げておくのも有効かもしれませんね。昨年は全フィールドで来光炎帝水君のお香が使えたので、激レアの出現フィールド外でゲットしたクレセリアとかも拝める可能性はあるかもしれません。毎年昨年の復刻イベントやってくれますかね。注目です。そして10月、ハロウィンの時期ですね。ここでは11月に新フィールドが来るのであれば、ネガオ発見ウィークなんかが開催されるかもしれません。ネガオ発見パック M、今年も600ダイヤでキャンチケ入りで来てくれるのかどうかが私は一番気になっています。そして10月末にハロウィン、ゴーストタイプのピックアップと飴2倍3倍。昨年は新月のパンプジンと新料理も追加でお祭り感がありましたね。今年はどんなポケモンが追加されるんでしょうか。ゴーストタイプを鍛えたり、飴が欲しいポケモンのお香をキープしておいて挑めると最高ですね。また例年若草本島限定開催となっているので、こちらも若草や若草 EX のフィールドボーナス上げが重要かもしれません。シアン EX のフィールドボーナスいつ上げましょうかね。そして11月、昨年はアンバー渓谷が追加となりました。今年も新フィールドが来るでしょうか。昨年は周年のタイミングで登場が告知されていましたし、これまでのフィールドからカビゴンの好みの木の実も予想できましたが、今年はなかなか予想できないので、情報が出た段階からそこで活躍できるポケモンを育成していく流れになりそうですね。これまでのフィールドの経験がどれだけ生きる形となるのか注目です。そして12月はホリデー、夢のかけら2倍3倍、色違い出現確率アップってことで、伝説イベントの復刻があるならそのお香を持ち越して挑むのも良さそうです。ホリデーもハロウィン同様、例年若草限定開催なので、若草のフィールドボーナス上げはコツコツやっておくといいことあるかもしれません。そしてホリデーからそのままニューイヤーになるのも例年通り、2026年に追加されたポケモンたちがピックアップされるキャンペーンですね。また環境が変わっているでしょうから、そこに合わせて戦略練っていきましょう。ってことで今後のイベント予想なんですが、 EX の追加タイミングが割と昨年準拠っぽい形となったので、それ以外のスケジュールも昨年と大枠同じなんじゃないかと予想してみました。定番の大きなイベントは割と予想しやすいので、そこまで大きく外さない気もしますが、こんな感じで来るなら若草 EX のフィールドボーナス上げが鍵を握りそうな気がしますね。イベントで大量の報酬をゲットしたい方はシアン EX もいいんですが、若草 EX のフィールドボーナスにも注目してみてください。ってことで、ひとまず周年が終わった後はシアン EX の追加とアニポケコラボが参ります。アニポケコラボがもしかしたら若草限定開催かもしれないので、フィールドボーナス上げをちょっと気にしつつ続報を待ちながら、今後のイベント予想で自分が頑張りたいイベントに向けて準備を進めていきましょう。ってことで、皆さんは来週以降どんな感じで過ごされますでしょうか。私は若草 EX のフィールドボーナスもカンストしているので特に考えてないんですが、
シアン EX には出現しなさそうなポケモンを探しに行こうかなと今のところ思ってます。まあアンバー行こうかなとなんとなく思ってたのを正当化してるだけなんですけどね。皆さんの行き先も参考にさせてください。そんなざっくりイベント予想でした。ってことで来週グッドスリープデーやらキャンペーンのなんやかんややらお忘れなく。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画の拡散につながりましてとても心強い支援となります。いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。先週のライドコを落としちゃってすみませんでした。今年の残りもなんとか走り抜けたいと思います。夏暑すぎますのでたくさん眠って乗り切りましょう。それでは周年のお祭りも間もなく終わりとなりますが、新王御三家との冒険はむしろこれからが本番ってことで4年目のポケモンスリープも楽しんでいきましょう。今日も元気に、来週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。